こんにちは、あつこです。今日は古事記という本に出てくる日本の神話をご紹介します。日本の国がどうやってできたのかというお話です。ところで、日本語オーディオラウンジではメンバーシップを始めました。一月たったの 0.99 ドルでいろいろな特典があります。よかったらぜひ参加してね。一緒に楽しく日本語を勉強しましょう。それでは始めましょう。CC 字幕をオンにしてお好きな言語を選んでください。昔、天と地は一つでした。その後、天と地が分かれて、天の高間ヶ原というところに5柱の神様が生まれました。神様は柱で数えます。この神様たちは男でも女でもありませんでした。次に男と女の神様が5柱ずつ生まれました。最後に生まれたのは男の神イザナギと女の神イザナミです。神様たちはイザナギとイザナミに言いました。二人で人が住める国を作りなさい。イザナギとイザナミは雨のぬぼこという長い矛をもらいました。二人はその矛を持って天と地をつなぐ橋、天の浮橋に行きました。橋から見た地上は海の上に浮かんでいる油のようで、まだしっかりとした形がありません。イザナギとイザナミはその海に矛を入れてゆっくり混ぜました。混ぜるとコーロコーロと音がしました。そして矛を持ち上げると矛の先から塩水が落ちてきて、それが固まって島になりました。その島の名前はおのごろ島です。二人はおのごろ島に降りました。そしてまず大きな家と雨の御柱という大きな柱を建てました。二人はこれから国を作らなければいけません。でも、どうやって作ったらいいのでしょう。イザナギはイザナミに言いました。私たちの体は違うようにできているね。イザナミは言いました。私の体には足りないところがあります。イザナギも言いました。私の体には余っているところがある。じゃあ、その私の余っているところをあなたの足りないところに入れて国を作りましょう。二人は相談して柱の周りを歩いて国を作る儀式をすることにしました。イザナギは左から、イザナミは右から柱を回ります。イザナミは柱を回って
イザナギに会ったとき、こう言いました。あなたはとても素敵な方ですね。イザナギもイザナミを褒めました。あなたもとても美しい人ですね。こうして二人は国を作る儀式をしました。でもなぜかうまくいきません。困った二人は高間ヶ原の神様たちのところへ行って、どうしてうまくいかなかったのかを聞きました。神様たちは言いました。女のイザナミが先に男を褒めたのが良くなかったのだろう。男が先に褒めないといけないのだ。そこで二人はもう一度儀式をすることにしました。柱を回り、今度はイザナギが先に言いました。あなたはとても美しいですね。イザナミも言いました。あなたもとても素敵です。こうして儀式は成功して、最初の子供である淡路島が生まれます。その後も四国、九州、本州などいろいろな島が生まれました。イザナギとイザナミがたくさんの島を生んで日本の国ができたのです。国を生んだ後、イザナギとイザナミはたくさんの神様を生みました。石の神、風の神、海の神、山の神など、全部で35柱の神様を生みました。でも、火の神様であるかぐ土を生んだとき、イザナミはひどいやけどをして死んでしまいました。大切なイザナミが死んでしまい、イザナギはとても怒りました。そして剣でかぐ土を切ってしまいました。イザナミ、イザナミ。イザナギはイザナミのことを忘れることができません。とうとうイザナギは死んだ人が行く国、黄泉の国へイザナミに会いに行くことにしました。黄泉の国は地の底にあります。一度でいいからイザナミに会いたい。声を聞きたい。イザナギは怖い気持ちを忘れて暗い道を下へ下へと降りていきました。そして道の先に大きな石のドアを見つけました。イザナギは石のドアを叩いて大好きなイザナミを呼びました。イザナミ、私の大切なイザナミ、もしそこにいるのなら返事をしてくれ。私たちの国づくりはまだ終わっていないんだ。どうか戻ってきてくれないか。イザナギの声が聞こえて、イザナミは驚きました。そして急いで石のドアのところへ行きます。ああ、イザナギ。私はもう黄泉の国の食べ物を食べてしまったの。だからあなたと一緒に
帰ることはできません。イザナギはそれを聞いてとても悲しみました。その様子を見てイザナミは言いました。イザナギ、一緒に帰れるかどうか、黄泉の国の神様たちに相談してみるわ。その間、そこで待っていてくれる？そして待っている間、何があってもこの石のドアを開けないで。私のことを見ないでほしいの。約束できる？イザナギは答えました。わかった。約束する。イザナギは石のドアを開けないとイザナミと約束をしました。イザナミはそれを聞いて安心した様子でどこかへ行ってしまいました。しかし、待っても待ってもイザナミは帰ってきません。遅いなあ、イザナミ。どうしたんだろう。イザナギは約束を忘れて石のドアを開けて中に入りました。中は真っ暗で何も見えません。イザナギは紙に刺していた櫛の刃を一つ折って火をつけました。すると部屋の奥で何かが動いているのが見えました。なんだろう。わっ！そこにいたのは腐った体に虫や化け物がたくさんついた変わってしまったイザナミでした。びっくりして怖くなったイザナギは急いでここから逃げることにしました。それに気がついたイザナミはとても怒りました。ドアを開けないってあんなに約束したのにどうしてみたの？私の死んで変わってしまった姿をあなたには見てほしくなかったのに。化け物たち、イザナギを捕まえなさい。イザナミの体についていた化け物たちがすごい速さでイザナギを追いかけてきました。このままでは捕まってしまう。イザナギは髪を結んでいた草を化け物たちに向かって投げました。すると、その草は急に大きくなってブドウの木になりました。化け物たちは追いかけるのをやめてブドウを食べ始めました。よし、今のうちだ。イザナギは急いで逃げました。しかし、化け物たちはすぐにブドウを全部食べてしまい、また追いかけてきました。そこでイザナギは櫛の刃を折って投げました。地面に落ちたその刃は大きなタケノコになりました。化け物たちは大喜びでタケノコを食べ始めました。これで逃げられる。でもその時、イザナミが来ました。イザナミは1500人もの黄泉の国の兵を連れてイザナギを
追いかけてきたのです。驚いて逃げるイザナギは、やっと地上と黄泉の国の境目に着きました。そこには美しい桃の木があります。イザナギはその桃の実を兵に向かって投げました。すると兵たちはみんな逃げていきました。黄泉の国の者たちは桃が怖いのです。イザナギは大きな岩を持ってきて黄泉の国と地上をつなぐ道を塞ぎました。その岩の向こうからイザナミが岩を叩く音が聞こえてきました。イザナミよ、私たちはもう夫婦ではない。イザナギは大きな声でそう言いました。イザナミはそれを聞いて言いました。なんてひどいことを言うのですか？わかりました。あなたがそんなことを言うなら、私はこれからあなたの国の人を一日に1000人殺します。それを聞いて、イザナギはびっくりしました。そして言いました。それなら私は一日1500人の子供を産ませることにする。こうして、この国では一日1000人が死に、1500人が生まれることになったのです。黄泉の国から戻ってきたイザナギは、汚れた体をきれいにするために、川で体を洗うことにしました。その時、イザナギが脱いだ服から次々にいろいろな神が生まれました。そして体を洗った時にも神が生まれました。イザナギが左目を洗った時、美しい女の神が生まれました。その神の名前はアマテラス、太陽の神です。次に右目を洗うと月の神、ツクヨミが生まれました。最後に鼻を洗うと男の神、スサノオが生まれました。おお、私はたくさんの神を産んできたが、最後にこんなに素晴らしい神たちが生まれるとは。イザナギはとても喜びました。そして生まれた3人の神に言いました。アマテラス、お前は私に代わって高間ヶ原を治めなさい。つくよみ、お前は夜の世界を治めなさい。スサノオ、お前は海の国を治めるのだ。こうしてイザナギは3人の子供たちに天と夜と海の国を任せることにしたのです。今回のビデオはいかがでしたか？日本では山や川、海や木、石などいろいろなものに神様がいると考えられています。トイレの神様もいるんですよ。神様たちは八百万の神と呼ばれています。これはとてもたくさんの神様がいるという意味です。
そのため、日本の神話では、次々にいろいろな神様が生まれます。今日も日本語を勉強してくれてありがとうございます。今日も明日もあなたにとって素晴らしい日になりますように。チャンネル登録といいねをしていただけるととても嬉しいです。日本語オーディオラウンジのメンバーシップへのご参加もお待ちしています。それでは次のビデオでお会いしましょう。またね。